皆様こんにちは、ナミバーデンです。今日は正しさについて学んでいきたいと思います。なんで今更正しさとかって言ってね。で、普通正しさって言ったらモラル的な正しさのことを思い浮かべると思うんです。なんかこういう時にはこうしちゃいけないよとか、これが正しい行動だよっていう風な感じで、私たちはもう特に日本人は、幼い頃からね、ちゃんと何が正しくて何が正しくないかっていうのをしっかり学んできたと思うんです。でも、心の授業では、この何が正しくて何が正しくないのかという、その心の授業的判断基準をここでちゃんと学んでいけたらと思います。それとともに、やはりこの奥深く哲学をすることで、そもそもその正しさというのが存在するのかというふうな奥深いところまで考えていけたらと思います。このビデオの最後には、普段私はセミナーでお伝えしないような内容も、ここではあえて深く考えていけるように、ちょっと深い哲学まで考えていけるような、ものにしてますので、ぜひ最後までご覧ください。で、こうやって深いところまで考えることによって、ちゃんと哲学ができる。この哲学をするっていうのは、江原博之さんもしょっちゅうおっしゃってますよね。あなた哲学がなってませんよとか、哲学してくださいとかっていうふうにおっしゃってると思うんですけども、ちょっと物事を深く考えてみる。俯瞰してみること、そして自分でちゃんと決めていくことっていうのが大事なんですよね。ただ言われたままに学んでいくのではなくって、自分で考えてしっかりと意識的に選択肢を取っていくことっていうのが非常に大事になってきます。先日、都内でザ・セルフという私のこの2日間のセミナーが行われました。その中で参加者の一人に女性の方がいらっしゃいました。この方はお子様をお持ちで結婚されている方です。その方を例に今回は考えていきたいと思います。心の授業では美しい心の状態と苦悩の心の状態の大きく2つに心の状態を分けるとすると、じゃああなたはどちらの状態で普段は生きていますかということをまずレッスンの1番目ですね、に学ぶんです。で、その時にその女性の方がおっしゃってたのは、私は普段子供にも恵まれ、そして旦那様にも恵まれ、そして幸せに生きている感覚がしていますと。だけれども、ちょっとしたイライラももしこの苦悩の状態に入るとするならば、完璧 100% がそうではないなって気づきましたっていうふうにおっしゃってたんですね。でもちろんそうですよね。人間誰でも何かのきっかけでちょっとしたイライラだったり、ちょっともやってしたりすることがあるものなんですね。だからダメなんではなくって、そうだなって、その心のブレが出てきたなと思ったら、それをちゃんと自分で向き合って解消すること、そうすることで自分の心のレベルがアップして、そして心穏やかに何事にもねすぐブレちゃうような心ではなくって、この心穏やかに人生を生きていくことができますよっていうのが心の授業なわけですよね。その中でじゃあ自分はその彼女自身の中で自分はそのちょっとイライラすることがあったから、それをテーマに4つのステップをしてみて、そして自分で解決していきましょうっていうことをセミナー中にやってみたんですね。で、彼女の場合どういう時にイライラしたかというと、自転車で子供を送り迎えします。その時に歩道で邪魔な人だったり、広がって歩いてる人だったり、そしてスマホを見ながらね、ぼーっと歩いてる人だったりっていうのがいると、やっぱり危険なわけですよね。ちょっと邪魔だなっていうふうに思う。で、その時にちょっとやっぱりイライラしちゃうそうなんですよね。で、そのことをテーマに、やっぱり自転車に乗るたびにやっぱりイライラしてる自分がいるから、それを、その部分もちゃんと心穏やかに生きていけるとしたら最高じゃないですか。さあ、4つのステップをおさらいしてみます。1番目何をするのかというと、自分の心が苦悩の状態だと気づくということですね。で、彼女の場合はスマホを歩きながら見てる人たちだったり、広がって歩いてる人たちだったりを見て、邪魔だなと思う瞬間にイラッとしてくるわけですから、このちょっとしたこのイライラとかモヤモヤというのもすでに苦悩の状態ですよっていうふうに気づくということなんですね。彼女の場合はもちろん気づいてます。だから1番目のステップをさらっと終えていきたいと思います。では第2番目のステップを何するのかというと、自分の頭の中にある15個の思考を上げるという、ところでしたね。目をつむって背筋を伸ばして、そして瞑想しているかのように自分の中に、頭の中に出てくる思考を一つ一つ見ていくんですね。その時覚えなくてもいいので、とにかくこんなこと考えてるな、あんなこと考えてるなって指で数えながらやっていきます。で、彼女の場合どんな思考が出てきたかというと、こんな思考です。なんでどいてくれないんだろうとか、もっと周りに注意を払うべきでしょうとか、スマホを見ながら歩行するなんて迷惑とか、
人のことをちゃんと考えてほしいなとか、そういったものだと思うんですよね。とにかく全部15個は上げていきます。で、ここで15個見つかったら次のステップへ移ることができます。もちろん15個以上出る人は30個でも40個でも出し尽くすということが大事なので、ぜひ最後までやってみてください。で、終わりました。そしたら、どんなこと考えていたっけって言って、終わったところの時点で目を開けて、紙の上にね、書いていくっていうのも、やっぱり視覚化されるから、ちょっと思い出しながら書いてみるとうまくいくと思います。では、3番目のステップに行きます。このステップでは、苦悩の本当の原因を知るというところでしたね。で、ここでは2つすることがあります。1つは、先ほど挙げた15個の思考を見て、この全体的に何%くらいが自分が世界の真ん中に来たその立ち位置からできた言葉なのかということを考えてみるというところなんですね。人は苦悩の状態になると必ず 90% から 100% の割合で自分って言ってるんですね。このようにして自分ってなるのは、これは苦悩の状態になるとそういうものなんですよ。だから当たり前なんですよ。だから今回も15個出ました。そしたらパッて見てみて、また今回も 90% から 100% の割合で自分が真ん中に来てたなっていうふうに考える。そして自分で確認するというところだけなんです。だからあなたが悪いとか、だから自己中じゃないのとかって言って責めるところではないんですね。今回もそうだったな。人間だから当たり前だよねって言って次に進んじゃうということが大事です。で、この位置から自分って言ったり、そして相手、ここの立ち位置から、真ん中の立ち位置から相手を指さして、あなたがこうしてくれればよかったのにとか、あなたが悪いのはあなたのせいよっていうふうにして、相手を批判する言葉ももちろんこれも含みます。なぜならば、この世界の中心の立ち位置っていうことが大事なんですね。だから自分って言ってるか、そこから相手に指をさして責めてるかっていう考えです。これが何%あったか、一回考えてみること。それが終わりました。これもさらっと終わるはずです。そしたら、この3の B で何をするのかというと、理想像を探すというところです。これは理想のシチュエーションを考えるんではないです。例えば理想のシチュエーションって言ったら、この彼女の場合だったら、理想としてはみんながちゃんとしっかりと前を向いて歩いていて、誰か後ろからチャリンチャリンって言って自転車が来たらのけてくれるような気遣いのある世界に住みたいわっていうのが理想のシチュエーションじゃないですか。今は理想のシチュエーションのことではなくて理想像なんですね。この理想像っていうのは自分が一体どんな人になりたいと思っているのか、どんな人になりたいと願っているのか、どんな人になりたいと自分で考えて目標にして生きてきたかっていうことなんですよ。だから相手からどう見られたかったかも含めて自分の理想の姿です。自分の姿。人じゃなくて、シチュエーションでもなくて自分の姿を考えるということなんですね。なぜならば苦悩の原因というのはこの自分の理想像が叶っていない時に自分は苦悩するんです。だから自分のそのモヤモヤする心がどこから来たのかって言ったら、私たちは普段その相手が悪いとかって考えるわけですよね。でも相手が悪いんじゃなくて、その相手がしたことというのはきっかけに過ぎない。自分を苦悩にするきっかけに過ぎなくって、結局のところ自分の中に理想像があると、その理想像と現実との間にギャップが出るから自分は苦悩するわけですよ。だから普段理想像を上げててもいいんですけれども、その理想像に執着、つまりガシッとしがみつく。どういうことって言ったら、実際に365日1年間24時間もうずっと一日中私はこの人じゃなきゃいけないって言ってしがみつきながら生きることなんですよ。だからどこでもかしこでも誰からでも私はこういう人でしょっていうふうに見られないと自分は苦悩するっていうことなんですね。このしがみつきがそしてこの執着が自分を苦悩にしているわけだから、このしがみつきを緩めてあげることっていうのが自分の心を穏やかにするというその鍵になってくるわけですね。この理想像を探すときにヒントとなるのは先ほど挙げた15個の思考なんですね。この一つ一つを見ていったら、その裏に自分はどんな人になりたいという願いがあるんだろうって言って一つ一つ見ていけばいいんですよ。まるで探偵みたいに。だからこの言葉の裏には一体自分がどんな人になりたいかと考えて生きているかというそのヒントになるわけですよね。それを見ていけばいい。じゃあ彼女の場合を例題にして見ていきたいと思います。
先ほどのなんでどいてくれないんだろうとかいう言葉、そしてもっと周りに注意を払うべきでしょうとか、スマホを見ながら歩行するなんて迷惑、人のことをちゃんと考えてほしいというような言葉が出てきましたよね。で、これら皆さんわかりますか？ちょっと考えてみてください。この彼女はこのシチュエーションで一体自分はどんな人でありたいと思っているかなんですね。ちょっと考えてみてください。では答えを出したいと思います。人のことをちゃんと考えられる人イコール相手に正しさを求めているわけですよね。ってことは、みんな正しくあるべきってことは、自分ももちろん正しく生きているし、正しくありたい。つまり、ここでは自分は正しい人でありたいというふうな願いがここで出てくるわけですね。つまり、理想像は何かって探すとき、そんな時にどんな人に自分はなっていたいのかっていうふうに考えると、そして紐解いていくとうまくいきます。で、彼女の場合には、このシチュエーションの中でも自分は常に正しくありたいっていうふうに思っているから、相手にもその正しさを求めてしまうわけですよね。この理想像っていうのは実はこの10本の指に入るぐらいの数しか出てきません。パター的にこう10個しかないっていうふうに言ってるわけであって、もちろん細かく分ければ小さく分けられるだろうし、でも私の経験上は10個ぐらいですね、大きく分けて。でもちろんそれぞれにして、それぞれのニュアンスがありますので、それを一つ一つ考えていくとそれいろいろあるかもしれないですけれども、そういった意味ではこの正しい人っていうのもよく出てくるパターンの一つなわけですよね。この正しい人というのは実は日本人によく現れてくるこれ理想像なんですね。もうしょっちゅう出てきますね。だけれども、ある意味アメリカとか西洋ではこれあんまり出てこないんですよ。絶対出てこないわけではないですけれども、すごく稀で、例えば親が厳格な宗教家の人たちで子供の自分としては正しくなければいけないとね、厳しく育てられてきたっていう人ぐらいであって、日本人の場合はそれ以外にもいっぱいあるじゃないですか。小学校ぐらいの時から先生とかそれ社会からこれは正しい、これは正しくないって言っていろんなねモラルを学んできたりルールを学んできたりしてくるわけですよね。だから日本人にこれが多いんですよね。正しくあらなければいけないと言って自分でがんじがらめに執着して生きてしまう人で、アメリカ人の場合には根本的にそういうのなくって、自分でルールを決めて、そして自由を大切にするという思想で根本的に生きてますから、他人からのルールをね、押し付けられるの非常に嫌なんですよね。そういった意味でも、これやっぱり国民性が出てくるのかなっていうふうに私は感じています。で、もう一つ、理想像を見つける時のその一つのコツとして、この他人への文句が出ている時というのは、その裏に必ず自分の理想像が隠れています。もう一度言います。他人の批判をしている時、他人の文句を言っている時というのは、その裏に自分の理想像が隠れているんですね。そこヒントになります。だから例えばこの人の場合には、他人のことを考えるのが当たり前なのになんでしてくれないのみたいなその思いだったり、迷惑にならないように行動してほしいっていうふうに、相手のことを批判していると、その裏に自分は正しくありたいっていうふうなのが隠れているんだなっていうふうなのがわかると思うんです。なぜならばここで、最低自分はああいう迷惑な人じゃないわよねっていうふうな思いがあるからなんですね。他人の文句が出るとき、あるいは他人の批判をしているときというのは、その裏に自分の理想像が隠れていて、そして自分はその批判したことの正反対の人になりたいというふうに思ってます。この場合ですと彼女の場合、自分は最低あんな人じゃないよね。つまり最低自分は正しい人よねっていうふうに自分はここで、しがみついているっていうことなんですよね。彼女の中でも、なるほどね、私はやっぱり正しさっていうのを大事にしてるなっていうふうに納得感がいけば次のステップに行けます。最後のステップですね。正しい行動を考えるということですね。今日のテーマです。彼女の場合、ここでつまずいてしまったんですね。正しい行動って何だろうっていうふうにつまずきました。なぜならば、私は正しい人になりたいと思っているし、相手にもそういうふうに思うし、やっぱり自分の中では他人に迷惑をかけないで生きるのは当たり前じゃないのっていうふうに思うわけじゃないですか。
で、じゃあ私にとって正しい行動って何っていうことなんですよね。で、自分の中ではここでこんがらがってしまうわけですよね。なぜならば、彼女の中では他人に迷惑をかけないで生きるっていうのは当たり前なわけであって、人に迷惑をかけるのはやっぱりいけないことって思うじゃないですか。で、じゃあ私は今一体何をすればいいのっていうことなんですよね。そこでちょっとわからなくなっちゃった。他人に迷惑をかけないのが当たり前。でも目の前に他人に迷惑をかけてる人がいるわけだし、じゃあその人たちに対して自分は何ができるのかって言ったら、ぐっと抑えて我慢をするとか、あるいはその人たちに対してイライラしないように正しくなくていいんだって自分に言い聞かせるとか、そういった意味では彼女の中でちょっとこんがらがってしまったんですね。正しい自分でありたいという人に対して心穏やかに生きていくためにどのようなアドバイスができるか、ここで皆さん考えてみましょう。私たちが心穏やかに生きていくには、どんな理想像でもその絶対こうでなければいけないというこのしがみつきをだんだん緩めていかなければいけないんですね。で、緩めていって、そしていつしかはこの絶対こうじゃなきゃいけないっていう掲げていたことっていうのにしがみつかなくてもいいような、つまりだんだんと手放していくっていうことが必要になってくるんですよ。だから今まではこうじゃなければいけないっていうふうにしてギュッてしてたのを少しちょっと緩めてあげることっていうのもまず大事なんですよね。あ、この場面では私は正しくなくてもいいよねっていうふうにして、あるいは正しさを相手に強調しなくてもいいよねっていうふうにして自分でこう緩めてあげることで、その上でだんだんこれをやっていると、どんな時にも正しくもなくていいよねって、私はもう私でいいよねっていうふうに自分のことを認めることができて、心穏やかに生きることができるっていうふうなことになっていくわけですよね。だからしがみつく力を弱めて、いずれこれを解き放っていくっていうことが大事になってきます。だからこの正しい自分でありたいっていうふうにがんじがらめになっている人に対して何が言えるのかというと、ここではですね、心の授業の基本に戻っていきたいと思います。これは第2冊目の本、心を磨く11のレッスンで私がしっかりと書かせていただいたんですけれども、心の授業の中には正しい、間違っているというコンセプトはありませんっていうふうに書かせていただきました。で、ちなみにこの本なんですけれども、この緑の本が基本的なこの4つのステップをこう解決していく、自分の心のモヤモヤをね、解決していくっていう風な本のバイブル本だとすると、こちらの方は上級編でありながら、ちゃんと奥深くしっかりとそのコンセプトというその心の授業、心を整えていく上で必要な知恵というのを凝縮されたものなので、まず心のバイブル本と思って皆さんぜひ一生に一度は読んでみてください。絶対にこれは後悔しない書物だと私は思ってます。で、最近ね、この Kindle Unlimited の人は無料で読めるようにしましたので、そちらでぜひご購読ください。じゃあ戻りますけれども、心の授業では正しい、間違いとかっていうコンセプトはありません。心の授業はモラルの授業ではないからなんですね。これは例を挙げながら考えていきたいと思います。ある人が自分のところにカウンセリングに行きました。ナミさん、私今整形手術をしようかどうかって迷っています。私にとって正しい行動は何でしょうか？つまり、どうすればいいでしょうかって迷っちゃうことってありますよね。今回の場合には、その整形手術をするかどうかで迷っている、心がモヤモヤする、助けてくださいっていうことで来られたとします。もし皆さんがカウンセラーだとすると、さあ、なんて答えますか？心の授業的なここなら答えをお伝えします。答えは、整形手術をすることで自分の心が美しい心の状態であることが多いならばやればいい。だけれども、整形手術をすることで自分の心の状態が苦悩に陥りがちになってしまうんであればやめた方がいい。それだけなんですね。つまり、心の授業をする上で自分の中で迷った時というのは、心の状態がどちらかで決めればいいんです。シンプルですよね。あることをすることによって自分の心の状態がモヤモヤし続けるんだったら、それはしない方がいいわけですよ。なぜならば自分にとって良くないから。反対に、これをすることで自分がハッピーになると思うのであれば、もうぜひやっていけばいいんですよね。
だからすごくシンプルなんです。例えばね、こう目がパッチリになる整形手術をすることによって、人前でね、明るくこう過ごすことができるようになったとか、笑顔が増えたとか、そして自分を自信を持ってね、みんなの前でお話しすることができるようになりましたっていうようなことであればすればいいし、だけれども、例えばその整形手術の中にも、こうシワが気になるとかっていうのがあるじゃないですか。自分の中でシワが気になるから、この目の目元とかね、このおでこのところをギューとかってしてね、でこういうふうにこうギューってしてね、シワをなくすっていうふうな手術をしようかどうかって迷ってる人、よく考えてみたら、もしそれをすることで、例えばこうシワが気になるから今度は笑えなくなっちゃったとかね、こうシワとの戦いになりますよね。だって人って年齢とともにやっぱりどうしてもシワは出てくるし、それって戦いなわけじゃないですか。だったらシワは気になるからって言って整形手術をしてしまうと、結局それをすることで自分は笑えなくなるし、それにもっとそれから戦いになるわけだから、ずっと苦悩のままなわけじゃないですか。って考えた時に、じゃあ苦悩の状態になるようなことはちょっと控えようかなっていうふうにして、自分で意識的に考えて生きることができるようになるわけですよね。つまり何事を決める時にも2つの選択で迷った時というのは、自分の心の状態がどちらの状態なのかな、美しい心の状態で生きられるようになるんであれば、そっちどんどんしていけばいいわけですよね。そしてそれをすることで自分もハッピー、他人もハッピーになるんであればしていけばいい。それだけのことなんですね。ではここで反対に、もしこの心の授業がモラルベースだったらどうなるかについて考えてみたいと思います。さあ、先ほどの方が来ましたよ。ナミさん、整形手術しようかどうか迷ってるんですけれども、どうしましょうって来た人に対して私が何て答えるかというと、いいですか？心の授業というのはモラルベースですから。違う。心の授業的にはちゃんとモラルを大切にしなければいけないんですね。正しく生きることが大事です。その生まれたそのままの体で生き続け、そしてこの体を大切に生きていくことが大事なんです。だからメスなんて入れてはいけませんっていうふうにして言ったとします。そうすると傍から見ると正しいように見えるかもしれないけれども、これを言うことで実は苦悩に陥ってしまう人も数多くいてしまうんですね。例えば事故に遭った人で考えてみたいと思います。交通事故に遭っちゃって非常にね、大きな傷をね、被ってしまった顔とかにね、そんな時っていうのは、こう整形手術をすることによって、ちゃんとした体に戻すとか、顔にね、戻すとかっていう手術もあるし、例えば火傷を負ってしまった人なんていうのも、移植手術みたいなことをすることによって、皮膚の移植でね、綺麗になるっていうこともあるわけじゃないですか。ってことは、さっきのモラルの先生が言うには、メスを入れちゃいけないっていうわけだから、それできないのとかっていう風になって、やっぱり苦悩が生まれるっていうことなんですよね。またまたナミさん、そんな極端な例を出してきて何を言ってるんですかっていう風に思われるかもしれない。でもよく考えてみてください。その正しさの境はどこから OK でどこからが OK じゃないのかということなんですよ。モラルの先生はそれ絶対ダメって言ってるのに、いやいや、この場合は大丈夫でしょうとかって言って臨機応変にするのか。だから迷うわけじゃないですか。だってモラルの先生はこれが正しいっていうふうにメスは入れちゃいけないって言うんだけれども、いや、事故の場合はいいんじゃないかって言って、じゃあ事故の場合はいいのかどうか。どこまでだったらいいのかどうかっていうことなんですよ。じゃあ、例えばそうやってルールをつけます。はじめ生まれてきたその体はそのままにするのが正しくて、じゃあ途中で崩れてしまったら、事故とかでね、崩れてしまったら直していいよっていう風な、このサブルールというか、ルールを設けちゃうのか。だとすると、40代からこうシミが出てきた人なんてね、どうなんでしょうかね。小さい頃はシミがなかったけれども、途中で崩れてきて、この皮膚のメラニンが出てきて、それでシミになっちゃいました。じゃあそういう場合にはいいのかどうか。なんかだんだん分からなくなってきましたよね。どこまでがいいのでどこまでが悪いのか。大きなシミで、例えば10センチ以上のシミだったらよくって、ちょっとしたシミはダメなのか。メスじゃなくてレーザーだったらいいのか。もうどんどん分からなくなってきましたよね。じゃあね、こういう場合はどうでしょうか。例えば、赤ちゃんを産みました。そうすると、その赤ちゃんのその唇に亀裂がね、出てきてね、生まれてきました。で、これっていうのは、この口唇口外裂という、先天性のね、ものなんですけれども、これっていうのは500人に1人の割合で、そういう赤ちゃんが生まれるそうなんですね。さあ、その場合はどうなのか。
モラルをベースにすると、やっぱり生まれたままのその体に感謝しなきゃいけないわけだから、だから生まれたままの体に感謝しながら、そのままにするべきっていうのがやっぱりあるわけじゃないですか。だけれども、もし金銭的にできることなら直してあげたいと思うし、技術的にできるんだったら直してあげたいと思うのがやっぱり親心ですよね。で、そんな中でやっぱり現在の医療ではそのようにして生まれてきたらすぐにね、やっぱり受診をして、そしてお医者さんと相談しながら約3ヶ月から6ヶ月の間にね、手術をしていくっていうことを奨励されているわけですよね。なぜならばそういうことで、その赤ちゃんはおっぱいを飲みやすくするっていう風な、その口のね、手術っていうのもあるわけだし、そうすることでちゃんと自分で発音しやすくするっていうこともやっぱあるんですって。そういった意味でも、やっぱりその赤ちゃんの将来のためにこれをやっていくっていうのがその赤ちゃんのためになるわけですよね。だからそのモラルの先生と全く合わないことになってしまいますよね。やっぱりこのようにしてモラルをベースにしてしまうと、やはりそのルールに合わせられない人が出てきて苦悩を生み出す。だからこの心の授業ではモラルベースではなくって、ちゃんと自分自身で自分の心ベースに考えていくっていうことが必要になってくるわけですね。これをすることによって美しい心の状態なのか、これをすることによって苦悩の心の状態が増えてしまうのか、それだけなんですね。このモラル的な正しさというのは、その人の価値観やその社会的状況、そして周りの環境によっても大きく変化するというその事実にも皆さん気づいてみてください。昔はこれが正しいって言われたものが今の現代では正しくないっていうふうに言われていること結構ありますよね。そういうことなんですね。そして10年前の自分では正しかったことが10年後の自分、今の自分では正しくないっていう事柄もあるわけじゃないですか。そのようにしてモラルっていうのは価値観によっても変わるし、周りによってもその環境によっても変わってきます。さらに言うならば、この世の中にあるものでたった一つの物差しで正しい間違っているというものは決して存在しないんですね。もう一度言います。ここすごく大事です。この世の中にはたった一つの物差しで正しいよとか間違っているよっていうふうなものは存在しません。言い換えると、この正しさを大事にしている人はそもそも根本的にその正しさっていうのが存在しないということに気づいていないわけですね。で、普段は私この話はあまりしないんですね。これなぜかというと、この心の授業のことでちゃんと学びを深めている人にはお話しすることができると思っていて、やっぱりまだ学んでないよとかわからないとか、特にこの YouTube 上でね、こう上げてしまうと、やっぱり誤解を招いてしまうことっていうのもあるわけですね。だから学んでいる人にとっては、なるほどねって思えることかもしれないけれども、これはちょっとなんかこう言ってしまうと、なんか誤解を招いてしまうから、私は普段言わないっていうのがやっぱあるこの内容になってきます。なので、分かったよとかっていう人は、ぜひこのコメント欄に自分はどういう気づきがありましたとか、これは良かったとかっていうふうなことを言ってもらえば助かります。ここまでの内容で、なるほどねっていう風な内容があれば、ぜひいいねボタンをお願いします。このいいねボタンを押されることで、このビデオとかこの知恵っていうのがこの世界に広まっていくと思うんですね。なので、これを今皆さんがやってくれたことで、これが少しでもね、皆さんにいろんな人にね、届けられればいいなっていう風に私は願ってやってます。じゃあ、この上級者の皆さんいいですか？質問です。考えてみてください。人を殺すことは正しいことでしょうか？間違っていることでしょうか？いいですか？考えましたか？今答え自分の中で出してくださいね。はい。では、答えを言います。普段はもちろん悪いことだと思います。普段の生活では人を傷つけるとか、人を殺めるとかっていうのは悪いことですよね。やらない方がいい。しかし、もしあなたが今戦場にいて、敵が目の前にいます。敵は自分の子供に銃を向けています。自分は銃を持ってます。そんな中で、このシチュエーションで、もし自分が行動に移さないとしたら、つまり銃を向けてね、敵を倒さないとしたら、あなたの子供はあと1、2秒で殺されます。そんなシチュエーションだとしたら、あなたは銃を引きますか？その引き金を引きますか？ということなんですね。
これは極端な例です。あってはならないことですし、あってほしくないことです。だけれども、絶対にありえないというシチュエーションではないはずです。実際にこの数年間でこのような状況になってしまったという人もこの世の中にはいると思うんですよね。さあ考えてみます。モラル的にはいかなる時も殺してはいけない。いかなる時も人を殺めてはいけないっていうのがあると思います。でも心の授業的には今この状況で今自分にとってそして相手にとって自分の夢に沿った行動を考えた時に正しい行動は何なのか自分で考えていくというのが正しい行動になります。モラル的には絶対に殺しちゃいけない。だけれども心の授業的には自分で考えていくことっていうことなんですよね。さらに奥深くいくと、例えば国を守るために自分の国外でね頑張ってきたその兵士たちに対して戻ってきた時に私たちが何て言えるかどうかなんですよ。何もしてない私たちがその戦場で頑張ってきた人たちでその戦場のその様子とかシチュエーションとか何もねわからない私たちが一体何と言えるのかということなんですよ。どんな批判を向けられるのか、そしてどんなことが言えるのかどうかなんですよね。その現地のことを何もわからない、何のシチュエーションも全く理解してない私たちがこの平和な世の中でね、人を殺すのは良くないよっていうふうにしてその兵士たちに言うのか、そういう綺麗事をねこう必死に頑張ってきた人たちに対して言えるかどうかなんですよ。ここまで話すとやっぱり誤解が生まれますよね。じゃあナミさんはこう戦争がいいと言ってるのかとかね、そうじゃなくって私は戦争はいいとも思わないし、もちろん人を傷つけることだったりとか人を殺めることだっていうのもいいことだと思ってないし、この戦争とかそういうことに対して、ね、人を殺すことを美化しているわけでもありません。それと同時に人を殺すのを仕方ないことっていうふうなことにも言ってるわけではないんですね。ここで言いたいのは、このどうやって私たちがその他人の行動に対してこれが正しいのか間違っているのかって言えるのかということなんですよ。だってその本人にしか絶対わからないはずだし、でその人にとってそれは正しい行動だったかもしれない。だけれどもその状況だったりその時代だったりが変わっていくとそれってやっぱ変わっていくわけであって、他人がどうこう言える問題ではないんですよね。だからこの世の中の中で絶対にあってはいけないっていうそのことでさえもそうやって揺らいでしまう。そういった意味ではこの世の中のことで何一つもこのモラルのルールが完璧に当てはまるということは絶対に存在しないわけですよね。でこの話をその彼女にした時、彼女の中でねはっと思ったんですね。そっか、私は自分の物差しで人をこれが正しい正しくないっていうふうに思っていて、それにがんじがらめになっていたんだなって思った瞬間に心の中でこうスッてしたわけですよね。今までであれば、ね、その自分が苦悩の状態であればそうやって広がって歩いてる人だったりスマホで歩いてる人だったりに対してイライラしたりとかしてこううんとかね自分の中でねこうイライラっていう風にしたり、でも何なのよっていう感じでねこうイガイガした心をねやっぱりこう経験していた彼女だけれども、今よく考えてみたらそうか正しさってそんなないんだって考えた時に、あそっか、ただ普通にすいませんどいてくださいって言えばいいんだっていうことなんですよね。面白いですよね。かなりシンプルですよね。もう本当にただそれだけのことなんですよ。だから危ないなと思ったら危ないですよどいてくださいって言えばいいわけだし、通らせてくださいってお願いすればいいだけで、そういうふうに考えると私たちは心穏やかにこの人生をね生きていくことができるのではないかなっていうふうに思ったこんなエピソードでした。めっちゃ長くなりましたね今回ね。でもねこれ絶対一つのね、いや普通だったらきっとこのビデオとか5分とか10分に直してくださいって言われるかもしれないんですけども、あえて私こうやって長くしてるんですよ。これなんでかって言ったら、ちゃんと見ながら自分で向き合いながら自分で考えていくことを繰り返すことで自分の心は磨かれて、いつしかね、素晴らしい人格の人だねっていうふうに言われたりとか、でいつしかねこうやって心がねちゃんと磨かれる、こういう素晴らしい人になれるっていうことなんですよね。でそういうふうなお手伝いがねこうできたらいいなと思ってこのビデオを作ってます。これみんなでねこの心のね授業のこの輪をね広げていけたら本当に素晴らしいなと思うんですね。なのでぜひここで、いいねボタンお願いいたします。で皆さん今朝メディテーションしましたか？やってない人は10分のメディテーションがありますので、これ
ぜひやってみてください。今回は幸福を感じられることができる、そんな体づくりをするような瞑想です。